こんにちは、G リプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダ、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。このチャンネルの動画はコインポストさんの提供でお送りしております。コインポストさんが主催するアジア最大級のブロックチェーン Web3 カンファレンス WebX が今年も日本で開催されます。開催日は8月28日から29日、東京のザ・プリンスパークタワー東京で開催されます。今年は去年以上の規模で超ビッグゲストも来るとのことなので、Web3 ブロックチェーンに興味ある方は間違いなく楽しめると思います。連日タイトルスポンサーも次々と決まっております。なんとなく雰囲気知りたいという方は、去年の WebX 動画も期間限定開放してますんで、そちらもぜひ見てみてください。またこの WebX のチケットに関しては5月中の購入でかなりお得な価格で買える状態になってますが、概要欄のリンクから飛んでいただくと、さらにそこから 20% オフで購入できるようになってますんで、少しでも興味持った方いらっしゃいましたら、ぜひリンクから飛んでみてください。ではここから通常通り海外の状況を見ていきたいと思います。まずビットコイン関連から見ていきますと、昨日の米国のスポットビットコイン ETF フォローが更新されてるんですが、ブラックロックの IBIT がいつもの時間になっても更新されてないんで、これもいつになるかわからないので先に他を見ていきますと、結果としては全体でプラス 1.8 億ドルの純利入を記録しています。内訳としてはフィデリティの FBTC がプラス 0.99 億ドル、グレースケロン GPTC がプラス 0.31 億ドル、ビットワイズの BITB がプラス 0.2 億ドル、アークのアークビがプラス 0.10 億ドル、一気に流入が目立つようになりましたね。これで今週は前日純流入記録となりまして、昨日のブラックロックを抜かしても全体でプラス9億ドルの流入となっております。最近では見ない大きな流入を記録しています。一方、香港の ETF はボセラがまだ公開されてませんが、未だマイナスとなっています。スポットイーサを含めると全体でマイナス50万ドル、規模的にも小さいままとなってますね。ビットコインの価格は 66,800 ドルあたりを推移しております。昨日の指標では、米景気先行指数が予想の 0.2% に対して結果はマイナス 0.6% と、前回のマイナス 0.3% からも大幅に下回ったことが話題になっています。要人発言の方では FRB 理事のボーマンがインフレはしばらく高止まりすると、インフレがさらに上昇すれば利上げも辞さないと、高尾の発言をしたことから金利上昇の要因となってですね、実際に金利も上がってるんですが、市場全体は上昇しています。米国債金利が 4.42 を推移しておりまして、ナスダックが 18,546 ドル、S&P500 が 5,307 ドル、ダウ平均が4万ドル、キンゴールドが 2,414 ドル、日経平均が 38,780 円、ドル円が 155.6 円となっております。個別株の方では、先日のキースギル復活から急騰していたゲームストップ株が急落、1日でマイナス 19% を記録したのが話題になっています。ただこの GME とともに上がってたミーム関連は、未だ上昇傾向になってますね。あと他ではバンクオブアメリカがコインベース株の評価をアンダーパフォームからニュートラルに格上げ、目標株価を110ドルから217ドルに引き上げたことが話題になっています。昨日は仮想通貨関連株のマイクロストラテジーやロビンフードなどはプラス 10% 以上の高騰を見せてるんですが、このコインベースはプラス 4% と控えめになっています。時価総額が高いというのもありますが、先日のファンドの影響もあるのかなと思いますね。ビットコインの先物の方で OI が全体でプラス 2.4%、額としては319億ドル相当、比率としては全体ではロングが 51.7%、バイナスミはロングが 51.2% と、ここ最近バイナスミの下寄りが目立ちますね。今後の指標としては5月20日に中国ローンプライムレート、タイの GDP、5月21日にハンガリーの中銀政策金利、カナダの CPI、5月22日にニュージーランド中銀政策金利、ACPI、アメリカの中古住宅、石油関連、そして5月23日に米法務主義次録、米 PMI などが控えております。市場全体で見たら金利が上昇しながらも市場全体が再度続伸傾向、やはり重要指標が過ぎたのが大きいのかなと思います。仮想通貨市場単体で見たら ETF の流入が回復しているおかげか他の市場よりも強く伸びてまして、アルトメインもさらに伸びている状態です。チャートだけ見たら66,000の攻防を抜けてまして、再度68,000の攻防に向かってますが、これから休日に入りますんで、少し落ち着くかもしれませんね。上は68,000の攻防を抜けて、再度7万ドルの攻防に迎えるかどうか、下は66,000のラインを維持できるかどうか、またそこを抜けたとしても、再度64,000で耐えられるかが焦点になると思います。今後の市場の動向に引き続き注目ですね。あとはイーサーですね。コインベースのアナリスト、デビッド・ハンが、スポットイーサリアム ETF の承認確率が過小評価されているというレポートを出したことが話題になっています。レポートの主な主張では、バーネクとアークの20 hour shares のスポットイーサ ETF の承認期日がまだ5月23日と5月24日に控えていること、また最近アークがスポットイーサ ETF の申請で記載されていたステーキング要項を削除したことなど、承認に向けて前向きに動いていることを挙げています。昨日あれだけ弱かったイーサがですね、突然強くなってましたけど、これが話題になって拡散されてたのも昨日のことなんで、
もしかしたらこれも上げ要因の一つになっているかもしれません。コインベース側なので ETF の承認を応援するのは当然なんですけども、スポットイーサ ETF が果たして本当に米国で承認されるのか注目ですね。イーサの価格は現在3090ドル、BTC 建ては 0.0462 と連日下がってたのが急反発してます。先物の方ではオイガ全体でプラス 6.5%、額としては113億ドル相当急増してます。比率としては全体ではロングが 50.3%、バイナスミはロングが 70.3% となっております。昨日までずっと明るい兆しが見えませんでしたが、ほんの少しだけ期待が集まっている気がしますね。ドル建てチャートだけ見たら、まず3200を抜けるのがポイントになると思いますが、BTC 建てではずっともネタ 0.05 がかなり遠くなっております。ビットコインも上がってますので、これを盛り返すには、オンチェーンのかすかなファンドとかではなくてですね、やっぱり米国のスポット ETF がどうにかならないと厳しそうですね。とりあえず来週5月23、24までに SEC からどういう判断が下るのか注目ですね。あとここからその他の動向になります。ナイジェリアが現在拘束しているバイナンス幹部、ガンバリアの保釈を拒否したのが話題になっています。逃亡の危険があるためとされてますね。バイナンス側は先日から釈放を求めてましたけども、結局拘束が続いてます。ナイジェリア対バイナンス問題は依然終わりが見えない状態ですね。BNB の価格は現在579ドル、BTC 建てはマイナス 0.8%、比較的弱くなってます。時価総価4位ですね。他の取引所トークンも見ましたけども、やはり総じて弱くなってますね。またローンチパッドとか始まったら一時的には強くなりそうですけども、大きな局面で見ると厳しいのかなと思います。また罰金を払って解決となるんでしょうかね。ナイジェリア対バイナンスの今後にも注目です。あとはピンクドレイナーの開発者がサービスを停止しようとしているようです。このピンクドレイナーはですね、素人でもリンクを踏ませるだけで資金を盗むことができるフィッシングキットをユーザーに提供してまして、一時期問題視されてました。ただ今回最近のプラットフォーム提供者の逮捕とか有罪を気にしてかサービス停止を示唆するような声明を出しています。ピンクドレイナーの開発者はですね、我々は目標を達成し計画通り引退する時が来たと、このメッセージの公開後、私たちは全てのインフラストラクチャーの縮小を開始します。保存されている全ての情報は消去され、安全に破棄されますと声明を出しています。ピンクドレイナーの被害は1年間で2万件以上、8500万ドル相当の被害とされています。このピンクドレイナーの開発者らが捕まるのかどうかにも注目ですね。あとは仮想通貨インフルエンサーの TJ ストーンが通信詐欺の罪を認めたことも話題になっています。この TJ ストーンはですね、3ヶ月で利回り 60% を謳って資金を集めてたんですけども、FBI の調査の結果、結局は収益源もなく、ポンジ、ネズミ講のような形で資金繰りされてたと。TJ ストーンには最長20年の懲役と133万ドルの賠償金が課せられる可能性があるとされています。最近詐欺マネロン関係の話題がめちゃくちゃ出てきますね。他にも7300万ドル相当のマネロン容疑で2人逮捕とか、細かいものを含めるとかなりあります。私も被害者の一人ですが、だいたい最大20年の懲役とされてるんで、早く割に合わないことに気づいて亡くなってほしいですよね。あと、ここからアルト関連になります。テレグラムの CEO ドゥロフが、最近トーンチェーン上でローンチされたノットに言及したことが話題になっています。ドゥロフはですね、テレグラムのミニアプリであるノットコインは、わずか数ヶ月で3500万人のアクティブユーザーに達しましたと。この驚くべき成功事例はアプリ開発者にとって、テレグラムとのエコシステムがいかに強力であるかを示していますと、テレグラムで発信しています。ノットは同じくトーンチェーン上のプロジェクト、ケイティゼンとの提携でも話題になってますね。また本体のトーンは、モバイル決済アプリのオービットと提携して、テレグラムの DM で USDT を送金して、オービットで支払いができるようになるサービスを展開すると発表しています。ノットの価格は 0.007 ドル、時価総価106位。昨日も少し言いましたけども、やっぱりテレグラム関連は侮れないですね。上場後も価格をキープしてます。ドルフが今後も後押しするのかわかりませんけども、ノットの今後にも注目ですね。あとはファントムチェーン上の TVL が上昇しているのも話題になっています。スプーキースワップを筆頭にスプリットなど7日間で平均プラス 10% 以上の増加となっています。現在チェーン全体の TVL は 1.2 億ドル相当となってますね。先日発表されたソニックアップグレードの影響もあるのかもしれません。ただファントムの価格自体はそれほど強くなくて、現在 0.79 ドル、BTC 建てはマイナス 4.2%、時価総価58位ですね。DeFi には資金が集まっているようですが、他アルトのパフォーマンスに勝てるのか注目ですね。あとは長らく期待されていた ZK-Sync がドローンに合わせたのも話題になっています。ZK-Sync はですね、ZK-Sync は分散化への取り組みを堅持していますと、3月に EIP4844 のサポートを開始して以来、これが唯一の焦点となっていますと、
V24 の次のリリースは、ネットワークガバナンスをコミュニティに引き渡す前に必要な、計画されている最後のプロトコルアップグレードですと、残りの不足部分は、6月末までに完了する予定ですと。分散化は最終の注意を払う必要がある大きくて不可逆的なステップです。古代線では短期的な犠牲が目立つことが多い業界において、随形選挙は際立つために、そして時の試練に耐える基礎技術を構築するために努力を続けていますと。随形選挙は単なる L2 ではありません。数十億人規模のユーザーに属する検証可能なインターネットの時代を切り開く触媒ですと、随形の夏が来ますと X に投稿しています。去年時点ではですね、L2 が騒がれて、この随形選挙も大きく期待されてましたけども、当時と比べると、現在はですね、L2 が一番流行ってるとは言えない状況ですよね。もう L3 とか、もっと新しい技が出てきてしまってますから、一時の流行りよりもですね、市場全体の盛り上がりを取ったんでしょうかね。流行り廃りの早い業界で、この GK 選挙にまた資金が集まるのかにも注目ですね。今日はこのところですかね。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。